問い26無人航空機の定義について正しいものを選びなさい。1、遠隔操作と自動操縦により飛行させることができるもの。2、機体本体の重量、バッテリー、付属品は除くが 100g 以上のものを対象としている。3、航空のように供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、および飛行船であって構造上人が乗ることができないもの。正解3。問い27危険物の輸送に該当しないものを選びなさい。1、機体を動かすためのガソリン。2、機体の予備バッテリー。3、散布用の農薬。正解1。問い28立ち入り管理措置について正しいものを選びなさい。1、特定飛行に関しては、飛行経路下において、第三者の立ち入りを管理する措置を講ずるか否かにより、カテゴリー区分が異なる。2、飛行高度に相当する最低20メートル以上の範囲で管理措置を設ける必要がある。3、立ち入り管理措置を講じていれば、当該区画を明示するために必要な標識の設置などは不要。正解1。問い29飛行計画の通報について、誤っているものを選びなさい。1、特定飛行を行う場合、ドローン情報基盤システム、飛行計画通報機能での通報が必要。2、特定飛行に該当しない飛行だったため、飛行計画を通報しなかった。3、第一種機体認証の機体で一等無人航空機操縦士の資格を持った操縦士が行うカテゴリー3飛行については、飛行計画の通報は不要。正解3。問い30飛行計画の通報について正しいものを選びなさい。1、特定飛行を行う場合でも、あらかじめ国土交通省へ口頭にて伝えておけば、飛行計画を必ずしも通報しなくてよい。2、立ち入り管理措置の有無は通報不要。3、特定飛行を行う場合には、原則として飛行計画を事前に国土交通大臣に通報しなければならない。正解3。問い31。航空機を飛行させる上での法令について正しいものを選びなさい。1、国土交通省より特定飛行の許可を得た場合は、地方公共団体が定める条例の許可を得たこととなる。2、高度150メートル以下で飛行の際は、携帯電話などを無人航空機に搭載して利用することへの制限は特にない。3、警察などの関係省庁などの要請に基づき、国土交通省が無人航空機の飛行自粛を要請することがある。正解3。問い32、次のうち、最も航空法に違反する可能性が高い飛行方法を選びなさい。1、機体重量 25kg 未満の機体を、人工集中地区での飛行許可を得た上で飛行させた。2、機体重量 500g の機体を、人工集中地区に該当する私有地の屋内で飛行させた。3、100g の機体を、人工集中地区に該当する私有地の屋外で飛行させた。正解3。問い33、都市公園での飛行について正しいものを選びなさい。1、条例などで無人航空機の飛行が禁止されている公園などの場所では、国土交通省から許可を得た後に飛行が可能となる。2、航空法を遵守していた場合でも、都市公園や施設の上空などの特定の場所では、無人航空機の飛行が制限される場合がある。3、公園管理者の立ち会いの下であれば、国土交通省への許可申請は不要である。正解2。問い34、ブラシレスモーターについて正しいものを選びなさい。1、長寿命。2、ブラシの交換が必要。3、騒音が大きい。正解1。問い35、事故を起こしたときに、操縦者が負うことのある責任について、誤っているものを選びなさい。1、衝突や墜落により死傷者が発生した場合、業務上過失致死傷などの刑事責任、懲役、罰金などを負う場合がある。2、操縦者は、被害者に対して民法に基づく、損害賠償責任を負う場合がある。3、航空法への違反や無人航空機を飛行させるにあたり飛行、または重大な過失があった場合には、機能証明は半年間効力停止となる。正解3。問い36法的責任について誤っているのはどれか。1、航空法への違反の際には、機能証明の取り消し、機能証明の1年以内の効力停止の対象となる。2、航空法に関する違反の場合は、刑事罰に関する罰則は該当しない。3、損害賠償責任を負う場合がある。正解2。問い37、航空機と無人航空機の衝突防止策として誤っているものを選びなさい。1、無人航空機が航空機と向かい合う場合は、衝突を回避するため、互いに右方向へ避けなければならない。2、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度などについて、他の無人航空機を飛行させるものと調整を行わなければならない。3、正面、またはこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。正解1。問い38、地磁気センサーの役割について正しいものを選びなさい。1、回転速度。2、高度。3、方位。正解3。問い39、緊急用無空域について正しいものを選びなさい。1、緊急用無空域では、
重量が 100g 未満のものを除いた無人航空機の飛行が原則禁止となる。2、国土交通省がその都度、緊急用務空域を指定し、国土交通省のホームページにて公示する。3、空港などの周辺の空域、地表もしくは水面から150メートル以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可がなければ、緊急用務空域を飛行させることはできない。正解に。問40、地磁気の検出に影響を与える要素として、誤っているものはどれか。1、新幹線や電車の鉄道。2、高圧線。3、潮風。正解3。問41、特定飛行を行う際に必要となるものの記載として誤っているものを選びなさい。1、リモート ID を装備する。2、技能証明書を携行する。3、飛行日誌を携行する。正解1。問42、次のうち、最も航空法に違反する可能性が高い飛行方法を選びなさい。1、25kg 以上の機体を屋内で飛行させた。2、100g 以上の機体を人口集中地区に該当しない私有地の屋外で飛行させた。3、100g 未満の機体を人口集中地区に該当する私有地の屋外で飛行させた。正解2。問43、回転翼航空機、マルチローター、最大離陸重量 25kg 以上の特徴として誤っているものを選びなさい。1、機体の対角寸法やローターのサイズやモーターパワーも大きくなり、飛行時の完成力も増加し、上昇、降下や加減速などに要する時間と距離が長くなる。2、機体は大きくなるが、送信機の基本操作は変わらないので、特別な技術は必要ない。3、飛行時機体から発せられる騒音も大きくなり、周囲への影響範囲も広がる。正解2。問44、事故などの場合の措置について誤っているものを選びなさい。1、当該事故が発生した日時及び場所などの必要事項を国土交通省に報告しなければならない。2、第三者の所有物を対象とするが、その損傷の規模や損害額に応じて対象かどうか判断する。3、人の死傷に関しては重傷以上を対象とする。正解2。問45、無人航空機の操縦方法について誤っているのはどれか。1、自動操縦の設定を行った際には、飛行経路上の障害物などは事前に現地確認は行わなくてよい。2、操縦者の視線と回転翼航空機の正面方向が異なる場合に、意図しない方向に飛行してしまう場合がある。3、緊急時には離陸地点などに戻すことを前提とせず、速やかに近くの安全な無人地帯へ不時着させる。正解1。問46、立ち入り、管理措置を講じて催し場所での飛行をする場合、次のカテゴリーで適切なものを選びなさい。1、カテゴリー3、2、カテゴリー 2A、3、カテゴリー 2B。正解2。問47、無人航空機の飛行形態の分類について正しいのはどれか。1、カテゴリー 2A 飛行において、立ち入り、管理措置を講じ飛行マニュアルを遵守する場合は、航空法上の特段の手続きは不要である。2、カテゴリー 2B 飛行において、立ち入り、管理措置を講じ飛行マニュアルを遵守する場合は、航空法上の特段の手続きは不要である。3、カテゴリー3飛行においては、航空法上の特段の手続きは不要である。正解2。問48、無人航空機の機体の特徴について誤っているものを選びなさい。1、回転翼航空機、ヘリコプターは、回転翼航空機、マルチローターに比べローターの直径が大きく、空力的に揚力を得るには効率が悪い。2、ローターの数が多ければ、故障に対する耐性が向上し、ペイロード、積載可能重量が増大する。3、大型機、最大離陸重量 25kg 以上の機体は、離陸時やホバリング時の地面降下などの範囲が広がり、高度な技術を要する。正解1。問49、目視外飛行の運航について誤っているものを選びなさい。1、目視外で飛行の際は、双眼鏡を有する補助者を配置することが推奨される。2、自動操縦機能を備えた機体に設置されたカメラなどにより機体の周辺の様子を監視できること。3、操縦者が十分な知識と技術を備えている場合、必ずしも補助者の配置は必要としない。正解3。問50、リチウムポリマーバッテリーについて、満充電で飛行した際に残量が急低下した際の理由として正しいものを選びなさい。1、エネルギー密度が高まったため。2、電圧が低下したため。3、バッテリー残量が低下したため。正解2。